にちは。はじめまして、小児センターの保育士です。そしてこんにちは。はじめまして。私の名前はオペラちゃんって言います。よろしくお願いします。みんなのお名前も聞いてもいいかな？はーい。僕の名前は大ちゃんだよ。なんだかちょっと怖いよ、ママ。れいちゃん、大丈夫よ。一緒にお話聞きましょう。私実は手術っていうのをやったことがあって、今日はみんなにお話しして教えてあげようと思ったんだけど、一緒に聞いてくれるかな？はーい。ではお願いします。朝起きておはようっていうところからお話ししようと思うんだけど、浴衣みたいな服に着替えるんだ。じゃーん、こんな水色の浴衣みたいな服に着替えるんだ。みんなは着たことある？ない。なんかお祭りの時のやつみたいだね。ここで大切なお知らせです。明日の朝ごはんはお休みになります。やだー。どうして？お腹空いちゃう。手術の時に気持ち悪くならないようにお腹の中を空っぽにするためなんだ。だけど飲み物は飲めるんだよ。じゃあ手術はどんなところでするか、オペラちゃんと一緒に行ってみよう。じゃあ手術室に探検に行ってみよう。この扉を抜けると映画みたいに映像や音が流れている場所があるよ。そこを抜けると赤や緑や青の扉があるよ。ここで手術を受けるんだよ。では中に入ったら何をするのかというと、体に2つシールをつけてもらいます。お胸に貼るシールと指に巻くテープです。今日はこの指に巻くサチュレーションっていうのをみんなでつけてみよう。肌色のところを指に巻き巻きしてみよう。青いところは機械につながってたよ。みんなの息が苦しくないかなって調べるためのピカピカシールです。ここ赤色に光ってたよ。みんなもつけてみて。これって痛い？ママ、つけてつけて。大ちゃん、大丈夫。痛くないみたい。手術が終わったらみんなゆっくり起きてきます。手術が終わってみんなだんだん元気になってくるのでたくさん遊べます。私は絵本読んだりパズルやったりゲームやったりしたんだよ。僕は車で遊びたい。れいちゃんは塗り絵しようっと。さあここでクイズです。じゃじゃん。手術の日の朝ごはんは食べる食べないどっちだったでしょうか？どっちだったっけ？食べれないだよね。れいちゃん大正解。朝ごはんはお休みだけど手術が終わった後は看護師さんがいいよって言ったらご飯が食べれたよ。元気になったらお家に帰ったんだ。わからないことや心配なことがあったらいつでも先生や看護師さん、保育士さんに聞いてください。これで手術のお話はおしまいです。
オペラちゃんツアーは、当センターの開設当初から手術を目的として入院するお子さんたちに提供している支援です。子どもさんなりのイメージがつけるような支援として手術の流れを説明したり、あとは手術室に実際見学に行ったりするというようなツアーを毎日組んでいます。入院ってこういうことなんだ、治療って手術ってこういうふうにすることなんだっていうことの理解を深めていって、できるだけそれらのストレスや、恐怖不安の軽減に努めていくっていうような内容が目的となってます。私たちは検査や治療をどのように進めるのかっていうことを子どもの目線でお話はしますけれども、それをより具体的に伝わりやすくやっていただいているのが今ご紹介したようなオペラちゃんツアーになっています。手術室のギリギリ入っていいところまで実際に手術の前日なんかに来ていただくので、明日ここまで来るんだよとか、ここでパパやママとバイバイするんだよっていうとても具体的な説明をそこで保育士さんがしてくれているので、当日に入ってきた子どもたちがそういや昨日来たところだなみたいな表情になるのは本当に毎日そういうのを見ています。私たち子ども病院ですので、できるだけ怖くない優しい作りにはしてるんですけど、やっぱり大きい扉を入るとかっていうことが逆にある程度分かる年齢のお子さんだと意外に大丈夫だったみたいなことをツアーの後に保育士さんに伝えてくれていたりして、それを病棟の方でも看護師聞くと、じゃあ明日は頑張っていけるねみたいな言葉かけができるっていうことも経験しました。 HPS ホスピタルプレイスペシャリストはもともとはイギリスの発祥の、専門職です。ベースに保育士か看護師の資格を、持っている、スタッフがさらにホスピタルプレイスペシャリストの研修を受けてっていう形で今認定資格としてやっています。こういうプレパレーション、病気や治療や手術の説明、検査の説明、あとはその痛みややはり不安が伴う治療や処置などにはディストラクションという支援や活動がありますので、そういった技術と知識を学んで小児医療に欠かせない一員になってきているっていったところが現在の状況です。子どもっていうのはなかなか自分の心配とか不安っていうのを言葉でうまく説明できなかったりすることがありますので、そういった場面で HPS ホスピタルプレイスペシャリストはそういった子どもさんたちの言葉にならない声をすくい取ることがとても上手だなというふうに感じています。実は手術のこと心配なんだよねとか、そういうことをポロッと遊びながら言うっていうことは私も今までの経験の中でたくさん見てきましたので、そういう意味では本当に保育士さんたちは私たちのこの病院では欠かせない存在なんじゃないかなっていうふうに考えています。本当に生まれてまだ数日の赤ちゃんとか、そういう子たちにも刺激を与えるじゃないですけど、そういう遊ばせ方っていうのが本当に HPS の人たちってすごくって、月齢とか年齢に合ったおもちゃとか、もうこんなワゴンにいっぱい積んでガラガラガラって持ってきて、でお部屋に入って、でちょっと一緒に遊んで、でおもちゃを置いて帰ってきてみたいな、サンタクロースが年中いるみたいな、そんな感じですかね、私たちの感覚としては。子どもたちや家族をもう丸ごと支えるっていうのが小児医療ではとても大事になってきます。病気の治療をしていくことっていうのはすごく大変なことで、心配や不安もお子さんたち、ご家族の皆さんたち本当にたくさんあるとは思うんですけども、ただ、そういった方たちが少しでも心がほっとできるような、そういった場面を場所でありたいなというふうに思いますし、日々の生活においてもそういうふうに感じられるようにっていうことを、スタッフみんなが思っています。やはり子どもたちにとってはお家がベースであるところ、家族がベースであるところから、入院が短い長いにかかわらず特別な環境に身を置くことになるっていうことが、まずは漠然とした不安だと思っています。できるだけようこそという形で子どもたちをお迎えするっていうことと、入院したからこそ今日こんなイベントがあるよとか、
実は学校行事があって入院してるからできなくて残念だって思ってたところ、でもちょっと入院したら、いやなんかちょっと特別なことできるなみたいな、そんなイベントや行事なども準備していますので、決して入院がお子さんたちやご家族にとってマイナスなものにならないようにっていうような療養環境を作れるように努力しています。